おー、こういうやつがね、半額に騙されるんですよ。はい、おはようございます。ということで、今日はね、ここに泊まってました。前の動画かな、前の動画になってると思うんですけど、そこでね、紹介したと思うんですけど、エピアミカドっていうところに泊まってました。第二駐車場でね、誰もいないんですよ。あそこにね、僕の車が1台あるだけ。今日はここでね、ちょっと温泉に入りたいなと思います。天気がいいわ、マジで。最高。今日もちょっと朝ごはん食べます。今日はね、昨日の半額のハムを挟みましたパンにいただきます。朝ごはんもなんかいろいろ作りたいけどな、難しいよな。あっち、熱っ熱っ、めちゃくちゃ熱いやんこれ。今までこんな熱かったことないよ俺。めちゃくちゃうまいやんマジでこれ。毎回ハム挟んでやりたいけど高いもんね、このハムも。ステーキのやつ。ごちそうさまでした。ちょっとね、今からエピアミカド温泉に入ってきて、そこからの行動はまた考えたいなと思います。ちょっと温泉行ってきます。上がりました。めちゃくちゃ気持ちよかったですね。やっぱり露天風呂がなかったらでも別に風呂入れたけ OK みたいなところある。ちょっとなんか散歩できそうなところがあるんで、そこにね行きたいなと思います。
前ちょっと歩いてるんですけど、この川の奥がちょっと観光スポットみたいな感じですかね。これが道の駅というか温泉施設なんですけど、昼間はトラックとかが多かったですね。県境やからやっぱ過ぎていく人が多いんですかね。行き方とかやっぱ日本一周したらあると思うんですけど、海沿い走ってたらここを通ることはやっぱないですね。ちょっと緊急事態宣言で動けなくなったんで、徳島の真ん中ぶっちぎってここまで来たんですけど、ほんでまあまあ歩くやん。1、2分かなと思ったら結構歩くわ。まあいいや、ちょっとしばし歩きます。なんかすげえこういうのを映していいかは分からんけど、お札みたいなやつがおる。こんにちは。これをね下っていきます。めっちゃ下まで歩いてきたよ。こんな下まで歩くとは思わんかった。こんな感じで石畳になってます。神社の近くやけんこんななってるんかな。おお、はい、こんな感じになってるんですけど、ちょっとした滝と水があるみたいな、なんかそんな感じですね。ちょっとした休憩所みたいな感じですね。あそこに神社がありますね。なんか大きい駐車場もありましたね。ここでも別に車中泊はできそうやな。トイレとかがあるかっていうとこやけど、結構整備されとってありそうな雰囲気やけどね。トイレはなさそうやね。ここに一応駐車場があります。橋渡ります。ちょっとな、クロックスで来たからこけそうなんよな。ハイキングできるとこかなこれ。この辺でやめとこう。こんな感じのところもありますね。自然って感じ。じゃあちょっと戻りたいなと思います。めちゃくちゃきつい。ここがね結構山の頂上なんですよ。多分こうなってるところのここら辺なんで、次のね車中泊スポットをまだ探してないんですよね。とりあえず香川県の方に向かって下っていきたいなと思います。そこでねまた車中泊スポット探して今日も泊まりたいなと思います。じゃあ一旦車に戻ります。いやー、ここはマジで田舎やな。何しか分からんけどすんごい田舎です。なんもねいい感じになんもないね。素晴らしい。風呂入ったら眠くなるっすよね。運転が辛くなる時がある。たまに僕は運転するのはそんなに苦になる方じゃないんですけど、風呂入った後とかやっぱ1時間ぐらい仮眠したくなりますよね。ならんすかねちょっとねスーパー行く前に公園に寄ったんですよね。万能公園っていう大きい公園やったんですけど、ここがね多分空いてなかったんですよ。閉園が16時って書いてあったんで、多分もう閉まってるんじゃないかなと思います。もしかしたらね泊まれるかもしれないんですけど、もう泊まれんかった時はめんどくさいんで、ちょっと道の駅にね泊まろうかなと思います。で行くところが空の夢もみの木パークっていうとこかな。そういうなんか飛行機が置いてあるとこってなんか Google には書いてありましたけど、ちょっとねそこに移動したいなと思います。
お疲れ様でした。はい、今日はここに泊まりたいなと思います。こんな感じの道の駅なんですけど、二宮忠八、ちょっとよくわからんな、飛行館みたいなところがある道の駅なんですけど、あそこにも飛行機の模型ありますね。あんな感じで、なんか世界初飛行原理着想の地って書いてますね。そういう偉大な場所の道の駅みたいです。ちょっと今日はここにね泊まらせてもらいたいなと思います。っていうか道の駅最近どこでもトイレ改装してるな。なんでなんやろうな。いいや、とりあえず今日はねここに泊まりたいなと思います。はい、本日もしっかりね鍋を作っていきたいなと思います。また 20% オフのね割引を買ってきました。で、おつまみによくわからん茎わかめみたいなやつ、これを買いました。湯通しわかめしん。これでね、今日は戦っていきたいなと思います。戦うっていう言い方はちょっとよくわからんけど。香川県なんで、うどんを買ってきました。鍋の前に先にお湯割り作ります。お湯割りを飲みたい。そんぐらい今日はちょっと寒いね。本当はね、これで鍋を作ろうと思ったんですけど、先に、はい、これでインしちゃうっていう。じゃあお湯割り。この湯気見たら、いただきます。濃すぎた。ハーフ&ハーフじゃダメだ。おつまみはもうここからね破りましょう。下から破るとかそういうことはもうせんでいい。じゃあこれはそのまま食べるやつなのかっていう問題よ。まずこれね、いまいちでした。何をつけたらいいんでしょうこれは。今日はねもう肉を買ってきてない。節約。2回に分けます。ちょっともう入りきらんかった。で、醤油を手に入れたんですよね。醤油かなこれ。てかこれめっちゃ多いな。こういうやつがね、半額に騙されるんですよ。僕みたいなやつが。半額やからって買えばいいってもんじゃないですもんね。鶏白湯。鶏白湯じゃねえわ。濃厚白湯。この茎わかめはちょっと半額に騙された感はあるね。はい。鶏白湯。違う。鶏白湯じゃねえ。濃厚白湯鍋です。いただきます。うまいかな。この前白湯鍋したらちょっと微妙やったんですよね。ちゃんとうまい。このわかめ先に食ったけんかな。こう日本一周してた温泉とか行って銭湯とか行ってサウナに絶対僕はね入るんですけど、今日のとこはねテレビがなかった。テレビでねいつもなんとなくこう、ニュースとかやってるんで情勢とかねなんとなくこう分かるんですけど、ネットニュースじゃやっぱこういろんな人が喋ってないんで文字でしか分かんないじゃないですか。今日のサウナはねテレビがなかった。サンセットしましたけどね。でもお風呂は本当にこう疲れがね全部取れるというか、全部取れてる気がする。こう湯船に浸かることによって、本当に僕はこう温泉になかなか入らないというか、その日本一周中は冬とかやったら3日に1回2日に1回とかなんで、2日に1回も入ってないな。めちゃくちゃ汚い話になるけど、もうねここまで来ましたよ。茎わかめのお菓子の茎わかめ、あれめちゃくちゃ好きなんで、これもなんかそういう風に似た味かなと思って買ったんですけど、似てるは似てるけど、やっぱお菓子とは違うね。お菓子はやっぱ加工されとうけん美味しいっちゃろうね。これが美味しくないとかそういう話じゃないんやけど、まだまだ下がお子ちゃまなんやろ。なんかこれ加工するんかな、マジで。加工したいな。でも酒のあてにはめっちゃ合うね。
ていうかなんか前ツイッターかなんかで朝パンはやばいみたいなやつを見たんですけど、毎日パンやしパンはなんか集中力が低下するやらなんちゃらな、嘘か本当か知らないの、ツイッターの話やけん。まあそんなことは、ね、全く関係ないんですけど、僕には。うまい。これ食いすぎてもう限界やわ。美味しくない。わかめもう終わり。すぐ食べ終わる。これが濃いすぎたわ。きつい。締めのうどんいきます。まあ、讃岐うどんって書いてある。こんなスーパーどこでも売っとうよね、絶対。まあいいや。俺は鍋職人になる。まあちなみに僕、締めはラーメン派なんですけど、香川なんでうどんにしました。デレデレッテレーたま。まあ大体玉を入れとけば何でも美味しいけんね、本当に。これはもう間違いない。片手で割ります。やばい。危な。へい、お待ち。意外とこの道の駅人入ってくる。普通のうどんです。まあそうでしょうね。一味がないんすよね。一味が欲しいけど、ラー油でごまかしてみます。まあでも担々麺みたいな感じか、言ったら。俺は好き。うまい。普通に美味しい。いやー、これがいらんかったな。半額に騙された。何や、茎わかめ。茎わかめかどうかすらもわからんやつ。じゃあ買うなっていう話やろ。ご当地名産って書いてあるけんね。地物って書いてあるけん。買わざるをえんやろ。もうこっちからしたら。ラー油がいい感じになりました。ということで、ごちそうさまです。まあ僕もね、動きたい気持ちはめちゃくちゃ山々なんですけど、なかなかね、動けないっていうことでこういうことをね、しています。緊急事態宣言が明けたら日本一周は開始するんで、応援してくださる方はチャンネル登録と高評価ボタンで応援してもらえると嬉しいです。こんな感じで今日の動画はね、終わりたいと思います。また次回の動画で会いましょう。